日本全国からスターを目指して集まった原石たち。これまでダンス審査、ボーカル審査が行われ、もう決して止まらないように18名が合格。選ばれた候補生は審査合宿へと進んだ。次なる関門は演技審査。こっち見ている。人を操作することが演技ではない。親友いないかもしれない。それは芝居にも出る。そこでプロの厳しい洗礼を受ける。そして今回2回目となる審査結果発表が行われる。果たしてメジャーデビューに近づくのは一体誰だ。一番頭に浮かんだのはやっぱり母の顔なんですけど、スター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。さあ今週も始まりましたスター育成ガチンコドキュメンタリーガチダン。さあこの番組は時代の主役になれるスターを発掘するメンズダンスボーカルユニットオーディション番組です。なるほど。そして審査をするのはメジャーレーベル、芸能事務所、番組から構成されたガチダン選考委員会。スターに必要なあらゆる要素を厳正に審査し、メジャーデビューにふさわしいメンバーを選抜していく。ほとんどがダンスか歌の経験はあるけど演技の経験はないということで。全員未知数だもんね。そうなのよ、こればっそうですねかりはね。演技に関してはないから。でもその C 組のうん阿部くん、はいはいはい。阿部君。演技レッスンって書いてあるからさ、レッスンの経験あるんじゃないですか。じゃそうするとコツがちょっと分かるグループが有利なのかなとは思うあ。石川君ってどんな子？最初の方の石子？川君あれですよ、歌詞飛んじゃった子じゃないですか。あ、一番最初ダンスの時に手を離いてすげえ怒られたもんね。演技はうまいんじゃないかな。なんかね、なんかミュージカルスイッチ入れる感じは。アピールできる子なのかもしれないね。やっぱちょっとでも恥ずかしかったら演技ってもう絶対無理でしょ。そうです。終わりだもんね。はいでは早速 VTR の方をご覧ください。演技審査担当田辺日太。講師として20年以上のキャリアを持つ現役の役者である。今回の演技審査は3人1組のチームで行う。つまり評価が低かったチームは3人とも落選となるのだ。こちらが演技審査の台本。抽象的な言葉のやり取りだけで、具体的な内容や背景は全て役者に委ねられたシンプルな台本だ。自分たち自身のストーリーを作って、でそこにちゃんと自分を投影してやることで、自分の個性だったり自分の考えていることや感性っていうものがその中に出てくるということがまず一つの狙いではあります。審査2組目 F チーム。回れ回れメリーゴーランド、新しいのは実はこの F チーム、ボーカル志望の3人を集めたチームなのだ。甘い口づけをしようよ。お願いします。はい、お願いします。よーいスタート。おい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 。じゃあ昨日の話なんだけどさ、昨日のあれ？あれ結局どうなったん？実はやることにしました。なんだ。正直まだちょっとだけ迷ってんだよね。やめといた方がいいんじゃないの？まあほんとやめるんだったらまだ今のうちだよね。いやでもやるわ。じゃあこれ何？回復薬。マジ？ありがとう。実は俺これ何？これしびれはな。待って。てかお前らの方がハンターランク上じゃなかった？いや俺らは手伝っていやソロで行く言うてたやん。ちょっと待って。でも俺体験使いじゃん。なんだてか初期装備防具初期装備俺がつけてやるから。それじゃ絶対一発 KO になるでそれ。やるからってじゃあ助けて。うん俺たちに。オッケー。はいよ、そこまででいいよ。じゃあ設定を聞かせてください。はい、関係性は
モンスターを狩るゲームの中の創造世界の中のキャラクターっていう設定で僕たちはやっていて、アラ君どうだったやってもう目線合わせたり心までこうしたりっていうすごい、部屋でめちゃくちゃ詰めてやってたんですけど、もう全てそれが今出せてたかっていうと、今出せてなかったなと思います。ゲームの世界を設定にした F チーム。対する田辺の評価は。それ以外でなんかゲーム以外でさ、3人の共通点っていうのは見つけられたこととかってある？話してて。実はその12時頃からもう1時間半ぐらいまではずっと音楽の話をしてて、僕たちもやっぱりボーカリストなので、あの人の歌のあそこいいよねとか、その音楽ああいうのいいよねっていう話だけでもうそこは使ってしまったぐらいでもそれのせいで俺らもちょっとこれちゃんとやんなきゃやばいなと思って、本当朝方までかかってしまった部分もありまして、例えば今の石渡君のさコメントだったらさ、その音楽の話してる時と、それからゲーム楽しいですって言ってる時とやっぱ熱量が違うよね。だとしたら3人でそんだけ1時間半ねにわたってやったんだったら、もっとその音楽のことについてであるとか、そういったグループにしていった方がもっと君たちの熱はあったと思う。荒君だってさ、やっぱその音楽のその昨日のね12時から1時半までの話してたんですって言った時の笑顔の方がいい、全然そっちの方が多分こっちから見ててもあなただなと思うよ。見てるな。そういうものを選ぶべきです。はいはい。続いては A チーム。前回ダンス審査で高評価だった渡辺。モーニング娘。さんが好きです。そうなん。モーニング娘。が憧れという山本などが所属する異色チーム。コントじゃないですけど面白さとかもう入り混ぜてます。面白さを追求したという A チームの演技は。さ昨日言ったことやねんけどさ、昨日のあれか。そうあれ結局どうすんの？やろうと思う。やることにしたんだ。そういえばさ、これ俺が初任給で買ったさ大事なネックレスなんだけど、もしよかったらさ亮がつけといてよ。亮が頑張れよ。ありがとう。やばい。行ってくる。バイバイ。また連絡してな。実はさ、言ってなかったんだけど、俺あいつのこと好きなんだよ。ごめん。ちょっと待って。忘れ物したんやけど、今どうした？話してる時よ。実は俺。待って。何？お前が言うのか。今言おうとしてたんだけど。俺も好きなんだよ。亮河のこと。オッケーよオッケーよ。性転換をしようとする友人を取り合うという一風変わった設定を作った A チーム。その訳は、普通じゃやっぱ面白くないなっていう考えになって、しかもちょっとやってくるってそのちょっとじゃないじゃんみたいな、そういうのもあるし、だからいろんな感情をこう入れられるかなと思ってこういうちょっと複雑な設定にしてみたんですけど、これに対する田辺の評価は。僕は別に面白おかしいことを否定してるわけじゃないですよ。コメディは大好きです僕。だけど一生懸命やんないと笑えないです。本当にその人のがこれでいいんだって信じてやってるけど、でもそれが傍から見ると全然違った方向に行ってるからおかしいっていうのがやはりいいコメディじゃないですか。その想像力を言っときますけど、これだけは分かってください。否定してるわけじゃないんです。やるんだったらちゃんとリアリティを持ってやらないと不利です。ごっこになっちゃう。はい。OK？ 4組目 C チーム。ダンス審査で勝手な行動をし注意を受けた石川。楽しいんだったら学生で遊んでるはいいだけの話だから。未経験にもかかわらずボーカル審査で称賛を受けた浜野など、めちゃめちゃ声がいいね。実に個性的な組み合わせのチームなのだ。その個性は時としてぶつかり合う。
いやごめん、でも俺さ今思ったけど、これで落ちたら多分後悔する。後悔？うん。なんかさ、もちろんチームでやるから個人での意見が全部通るわけじゃないっていうのはもちろん分かってて、今のストーリーって折り合いをつけてこれが3人の重なるところだよねってなったものだって俺なんとなく思ってるんで。じゃあ何したんですか？やっぱ俺はねゾンビ系のやつでね行きたいなって思ってた。仲良かったじゃないですか、この演技の練習してる時に。その発表終わってからなんか仲悪くなりたくないし、仲悪くなるっていう仲いいようで仲良しグループじゃないからさ、今はチームでやってるけど、おのおのライバルっていうのはあるし、何をやっても結局その演じてる人の魅力というか表現力がどのストーリーに対してもついてくるものだと思うから、やりたいことをやれって浮かれたらそれはベストだけど、実際俺らが受かったとして将来演者になったとしてやりたくない役でもやんなきゃないわけで、でもその中で 100% のパフォーマンスをしなきゃないわけだから、多分3人が全員納得してこれをやりたいっていうのは絶対難しいから、誰かしらの我慢は必要なわけで。そうだね、そう思う俺も。この個性的な C チームを田辺はどう見るのか。びっくりした。どうした？次の例。そう、実はさ、返信返ってきたんだよ。返信？ほらさ、昨日言ってたあの子のことだよ。昨日言ってた子のことですか？あの子？そう。マジで返信来た？そう。マジか。俺からもちょっとプレゼントあるんだけど、お前の大好きなもの。ほら。何あげたんですか？わかるだろ、こいつの一番大好きなもんだ。あれしかないだろ。なるほど。理解しました。さすがようちゃん。だろ、お前大好きだろこれ。なあ。もう大好きだろ、俺お前のこと一番よく知ってんだよ。行ってくるね。おい、行ってらっしゃい。頑張ってな。できると思います。オッケーよ。はい。やっぱその人それぞれのりょうくんだったりしんちゃんだったり俺だったりのその考えがやっぱり最初本当違くて、もう本当にさっきそれでちょっとぶつかって、もう最後に話し合った結果この演技っていうのをやったんですけど、話し合いでぶつかりがなかったら、この演技はなかったし、もう悔いのある演技で終わってたので、本当にこの今日3人がやった演技がもう一番ベストだったと自分は思ってるので。夢をつかむためのぶつかり合い、そんな彼らに田辺は。ぶつかるのは悪いことではない。お互いの意見を持って、ただその意見が先行してしまうとそれぞれの時折自分だけでやってしまう形がある。この3人がなぜこの3人がここで集まってこの彼に対して頑張れよと言ってるのかとか、別にうまい下手なんかはそんなことは花から僕も別に要求はしてないし、だってこれからの人たちだもん。はい、いいよ。ありがとうございました。そして馬券を買う友人を応援するという設定の B チーム、バイトの面接に行く決意をするという設定の E チームが演技を披露した。この後運命の審査結果発表。勝ち残るチームは一体どこだ？合格グループ1組目。そんな？何も一番頭に浮かんだのはやっぱり母の顔なんですけど、演技審査が終了。田辺氏を交えて選考会議が始まった。彼は繊細ですけど伸びるんじゃないかなと思います。キャラクターは多分この子が一番持ってるかね。見た目的には結構パッと見ると忘れない顔立ちだなっていう気は。
果たして合格するのは。一方、選考が行われている頃、審査会場ではなんと D チームのアラが結果発表も始まっていないのに泣いていたのだ。多分これで自分らがダメだったら石橋さんも28歳だから今月24ですし、本当にラストチャンスだなと。あんま涙見せたくなかったんですけど、ちょっとダメでした。ゲームの世界という突飛な設定で満足のいく評価を得られなかったことを悔やんでいるようだ。間もなく運命の瞬間がやってくる。この演技の審査では2グループに落ちていただきます。なのでグループ単位で脱落していただきます。2日間にわたり挑んだ演技審査、その結果が今発表される。合格グループ1組目 E、はい、続いて2組目 F、はい、続いて3組目 C、はい、おー P ラストどこ？ P ないんだ。どうなの？ C、E、F と3組の合格チームを発表。残る枠はあと1つ。でこの残りの1グループなんですが、先ほど言いましたように今日の、演技プラス昨日からのをトータルで、審査させていただいていて、残りの3グループ、今残っていらっしゃる3グループ同じ評価になっています。なんとここに来て残りの3チームの成績は均衡しているというのだ。では最後の1チームを決める手段は？残りの1グループに関しては皆さんに決めていただこうと思ってます。最後の合格チームは候補生の判断に委ねられた。同じ試練を受けたライバルたちは誰を選ぶのか。ではまず A チームが書いたチーム名から発表していきます。まだ選ばれていない A チームが推薦するチームは D チーム。 A チームが選んだのは D チーム。そして B チームが書いたのは A チーム。 B チームは A チームを選んだ。 D チームが書いたチーム名発表していきます。 D チームが書いたのは B チーム。5チームまで開票したところ A チーム2票、 B チーム1票、 D チーム2票、最後の1票で合格チームが決まるか。では最後の F チームが書いたチーム名発表します。 F チームが書いたのは B チームです。そしたら当点ですね、H も。なるほど。どうなの？引っ張るね。すごっ。運命のいたずらか。 A、B、D それぞれ2票ずつでまたしても同点。そこでガチ団選考委員会が取った方法は、皆さん自身で勝ち取っていただこうと思います。ここに3つの封筒ございます。この中に1つだけ合格と書かれた紙が入っています。それを選んだチームが合格となります。そんな運じゃんもう。最終的には運なのね。運か。運。スターになるには運も必要か。最後の審判が下される。もし被ったら、同じのを選んでしまったらじゃんけんで決めてください。ではどうぞ。
B チームと D チームが同じ封筒を選んだ。この後合格者12名が決定。その運命は神に委ねられた。同じ封筒を選んだ B と D がじゃんけんを行う。勝ったのは B チーム。開けずに席にお戻りください。果たして封筒の中身は。それでは開封してください。この結果 B チームが合格。おめでとうございます。こちらの12名が次の審査に進んだ。嬉しいは嬉しいんですけど怖いです。今後のことがすごい。一段一段階段を登っていくような感覚で頑張りたいですね。なんか自分たちやっぱずっと信じたんで3人をとか本当ちゃんと運の味方してくれたんだなって思います。本当にここまで来たなら本当に最後まで全力でいきたいなとは思います。大丈夫。彼に託してた。僕はそこは後悔ないです。落ちた悔しさとやっぱり頑張ってきた3人の申し訳なさと一番頭に浮かんだのはやっぱり母の顔なんですけど、やっぱり恩返ししたかったので自分がこう輝いてる姿とかを応援してくださってるみんなにこう。さあというわけで、12名に絞られましたけども、どうでしょう、やり直しませんか？いや運ってね。でもやっぱり芸能界って運も実力って言うんですよね。まあ結局ね売れてる人がみんな言うからね、それを。まあでもそれがねこういうショービジネスの世界になるかもしれませんけども、どうですか皆さんの推しメンは残ってますか？山本君落ちちゃった。そうね、結構みんなやっぱ高橋君気になってたようですけど。でも渡辺君とかダンスすっごいうまいからなんかダンスボーカルユニットのダンサーとしてはすごいって思ったけど、まあチーム戦です。結構本命視されてた感じはしますけどもね。ちなみに今後どんな審査が見たいとか。どういうオーディションの勝ち抜いてきたんですか？内容は。プロはどういうオーディション？やっぱりチームを分けてライブをするんですよね。来てるお客さんから声をもらって。やっぱね、生の声はね、決まるからね。まあ先生とかが誰がうまい誰がうまいも決めれるんですけど、確かにどうせメジャー行ったらファンの皆さんが好きな子が売れるわけじゃないです。見る目がちょっと違うからあれも大事ですよ。さあ今回落ちてしまった6名も敗者復活にはエントリーできると。なるほど。まだチャンスはあるんだ。敗者復活戦の詳しい情報は番組ホームページの方をご覧ください。はい。といったところでさあ今日はここまでです。来週もぜひご覧ください。さよなら。繰り返して初めてのキスを寂しさの形は変わらない。甘いよ。何がしたいのか見えないんだよ。何がしたいの？次週ガチダンオーディションはボーカルレッスン。見てもらうのが僕の大きな夢です。本気でプロになるための厳しい指導が課せられる。そこでまた新たな課題が。順番は別にどうでもいいので、我こそはと思う人から歌ってもらえればと思います。どうぞ。完全に自分が悲しい歌。お願いします。はい。よーいスタート。おっす。あれ、何してた今？何もしてない。何？いやお前今なんかしてたの？何もしてない。なんか隠した。フランスじゃね？どうしたの？
いやおかしいだろお前。いや別にさりょうちゃんいやみんなで、いやちょっと待ってお前なんか最近おかしいぞ。まあでも言いたくないこともあるかもしれない。いやこいつおかしくない明らかに。おかしいけどお前にもなんかこの前なんか言ってきたって。まあおかしいだろ。いやどういうこと？どういうことなの？ちょっと俺友達だろなあ。分かったよ。いつか言うから。いつか言ってくれよ本当に。これだけは本当にマジで知らねえから。ごめん。じゃあ行くか。じゃあごめんな。オッケー。入るよ。はい。